今日はですね、熱量が高いです。こんばんは、弁天クルーのタイガです。今日ですね、新しいスニーカーが来ましたので、早速ご紹介していきたいと思います。今日はですね、もう主に開封動画となってます。ぜひ見てみてください。どうぞ。今日はですね、もうちょっとかなりワクワクしてます。熱量が高いです。ニューバランスの新しいというか復刻のモデルですね。もうここに見えちゃってるんですけど、本日紹介するのはニューバランスの992、カラーがホワイト、シルバー、ニンバスクラウドというモデルです。まず、ニューバランスも言わずもがななんで、992ってじゃあどんなモデルなのかっていうご紹介したいと思います。992自体はですね、2006年にニューバランスの100周年記念のモデルで作られたモデルです。有名なのはアップルのスティーブ・ジョブズですね。彼が履いていたスニーカー、これのグレーですね。定番モデルを履いていたスニーカーです。992のモデルって多分今後もいろんなブランドとかとコラボレーションされたり、他カラーで言えば、それこそスティーブ・ジョブズにオマージュというか、アップルにオマージュですね。昔のアップルの虹色のリンゴマークのカラーを落とし込んだ少し派手なモデル。こちらも今後出るようなので、ちょっと楽しみなモデルですね。ちなみに、スティーブ・ジョブズが着てたタートルネックは、一世三宅のタートルネックらしいです。デニムはリーバイスを履いていたそうです。100周年記念モデルということで、ニューバランス自体もかなり力を入れて、販売していた、当時としてもかなり高額な金額で販売されていたスニーカーです。じゃあどういうところが革新的だったのか、ニューバランスが本気を出してきたのかっていうところなんですけど、まずですね、990シリーズ自体がもうニューバランスの中でも最高峰のモデルとされてます。その中でいろいろ経て992が2006年に発売されたわけでございます。ディティールとしてはですね、アウトソールに関してはエヌデュランスっていうニューバランスが誇るですね、最高のアウトソールですね。耐久性耐摩耗性に優れた、アウトソールを使ってます。で、ミッドソールですね。このあたりと、ここの部分ですね。に、アブゾーブっていうのが入ってます。で、アブゾーブはですね、前回ちょこっとだけ見せた998にも入ってるんですけど、その中でもアブゾーブの最高峰。アブゾーブ自体が、ニューバランスでも、最高峰のミッドソールに当たるんですけど、アブゾーブをさらに進化させたアブゾーブ SBS っていうのが、こちらは搭載されております。アッパーに関しては、ウルバリン社製のピグスキンのスエード、豚革ですね。豚革のスエードが使われてます。ウルバリン社って何なんだろうって思うんですけど、ご存知の人結構多いと思うんですけど、ワークブーツとかですね、安全靴とか、ブーツをメインに作られているシューズメーカーです。かなり歴史があってですね、日本のブランドとかも別注でウルバリン社に頼んで作ったりもしてるメーカーです。革の質に関しては、
非常に高評価がある会社さんだと思います。そのウルヴァリン社の、ピグスキンを使ってるそうです。メッシュ部分に関しては、張りのあるメッシュですね。これも僕の本当一番好きなスニーカー、ニューバランスで一番好きなスニーカーの 990V3 にも使われているメッシュが採用されております。V3 にちょっとどことなく似てるかなっていうスタイルですね。今回買ったこちらですね。こちらのカラーはですね、ホワイト、シルバーっていう言い方をするところが多いんですけど、正確には多分ニンバスクラウドっていう色になってます。今年の2月ぐらいだったかな。アメリカのキースの方で先行で発売されてまして、それ初めてこれを見たときに、まず992が復刻するんだっていう驚きプラスと、カラーがめちゃくちゃいいなと思って、もうそこ欲しいなと思って、キースの方見に行ったんですけど、まず売り切れ。で、当時はですね、2月は多分まだニューバランス発送してくれてたと思うんですよね。ツイッターとか見てたら変えたっていう人が結構いたんで、発送してたと思うんですよ。ただ今は発送してくれないんで、ちょっとどうなってるのかなとは思います。今年、渋谷の方にですね、宮下公園にキスができるらしいんで、そういう兼ね合いがあるのかなと思います。こいつに話を戻しますけど、その後ですね、ストック X でずっと相場を見てて、3万円後半とか結構ついてて、これは買えないなと思ってたんですよ。992買うならこの色だろうなと。グレーは、いいのはいいんですけど、僕 V3 が一番好きってずっと言ってるんで、V3 で定番の GL3 グレーを持ってるんで、992買うならこのモデルがいいなとずっと思ってました。で、前にも言ったんですけど、ストック X の方では、ストレイラッツのコラボですね、を間違えてちょっと買っちゃったんで、こいつはちょっとお預け状態となってました。で、日本には入ってこないのかなと思ってると、3月ですかね、ビームスでなんか予約があったみたいで、その頃はですね、992EX っていう型番だったんですよ。ビームスエクスクルーシブモデルとして出るみたいな感じで、サイトの方書かれてたので、前見たキースのモデル、カラーとはちょっと違うのかな。でもカラー見ると一緒っぽいし、ただキースの写真でもっとここのアウトソールのここの部分ですね、アブゾブ SBS が入ってる部分に関しては、なんかもっとベージュっぽいカラーだったのと、いろいろちょっと写真の多分撮り方だと思うんですけど、なんかちょっと違うなと思って僕はスルーしたんですよ。ずーっと気になってたんですけど、5月のですね、15日、金曜日にですね、たまたま、ニューバランスの公式サイトをちょっとバーっと見てたら、これが次の日、16日の10時からオンラインで出ますよっていうアナウンスがされてて、マジかってなって、ついに日本来たんだと。情報知ってる人は前々からずっと知ってたと思うんですけど、僕は全然この後追いかけてなかったので、前日に知ったっていう形です。で、16日の朝10時にもう速攻でポチッと押しちゃいまして、ありがたく買えたということになってます。すぐ即完売状態だったみたいで、もう今も在庫ゼロになってます。でも次回ですね、これを履いて感想ですね、スタイルとかもお見せしようかなと思うんですけど、今回はちょっと細かな部分ですね。最初お伝えした通り、スエードの部分はウルヴァリン社のピグスキンが使われているモデルとなってます。で、カラーがホワイト、シルバーとあって、ホワイトはミッドソールの部分ですね。このあたりとアウトソールの部分。シルバーはじゃあどういうところなのかっていうと、この辺ですね。この辺がリフレクティブ素材になってまして、シルバーカラー。ちょこちょこっとこういうシルバーの部分ですね。あとNの部分ですね。ここも、シルバーでリフレクティブ素材となってます。他がですね、非常になんとも形容しがたい、淡い、ちょっとスモーキーなホワイトが使われていたり、スウェードのこの部分に関しては、少しグレーとも言えるし、ちょっとだけピンクとも言えるし、ちょっとだけ紫とも言える、エルメスとかが得意なカラーになるんですかね。本当に微妙な色味、白にも見えるし、グレーにも見えるし、若干紫っ
ぽくも見えるカラーリングとなっております。で、あとインソールの中ですね、ちょっと映りづらいかなと思うんですけど、見えますかね？わかりますかね？ナイキとかだったらあんまり考えられないと思うんですけど、この中の縫い目がですね、ぐるっとこう足を包み込むようなモデルになってます。本来はソールがあって、ここまで、がシームで止まってるんですけど、こちらに関してはぐるーっとこう足を包むような感じで、センターにシームがいってるモデルです。これが履き心地の良さの秘訣なのかなと思います。で、インソールはですね、こういう感じでニューバランスクラシックとかって入ってて、少し厚みのあるモデルですね。ふわふわしたモデル。中が黄色で、白と相まってすごいいいなと思うんです。この部分見えないんでどうでもいいんですけど、結構手が凝ってるなと思います。全体的に見ると白なんで合わせやすいスニーカーかと思います。今回はですね、アンボクシング、開封と、ざっくりとしたディティールの紹介となりました。また次回ですね、履いてみた感想、スタイリングも動画アップしていきますので、ぜひ見てみてください。今のところ YouTube ではこちらの商品が一本も動画が上がってなかったので、参考になるかどうかはわかんないんですけど、他にですね、992のモデル、グレーのモデルとか、ダブルタップスのモデルとかが、どんどん上がっていってるので、ぜひそちらも他の YouTuber さんのレビューも見てみてください。あとですね、他にもスニーカー上がってますし、今後もですね、どんどんスニーカーとかお洋服とか、買ったもののレビューとかもしていきたいと思ってます。あと、相方の大ちゃんと2人でラジオもやっております。ぜひこちらも聞いてみてください。励みになるので、良ければチャンネル登録と、高評価ボタン、いいと思ったらでいいんで、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた。